こんにちは、ふーです。今回は個人的にめっちゃ気になっている新型ランドクルーザー FJ の実物をモーターショーで見てきたので、デザインやサイズ、車中泊ができるかどうかを検証していきます。結論から言うと、居住空間が狭いので、工夫しても車中泊仕様にするのは厳しそうでした。室内寸法や車中泊について気になる方は、タイムスタンプから飛んでみてください。そして今回の FJ はまるで着せ替え人形のように付け替えられる豊富なカスタムパーツでオーナーの個性を出せる最高の車でしたよ。私が乗っているランクル70と比較しながら紹介していきます。ランクル FJ も70の時みたいに転売目的の輩が湧くと思うので、早めの購入検討材料にしてもらえれば嬉しいです。早速デザインについてですが、見ての通りめっちゃかっこいいです。サイコロをモチーフにしたデザインということもあって、コンパクトで遊び心がありながら顔は肉厚でいかつめです。ヘッドライトが丸めと横長のモデルがあるようです。 FJ の展示車は2台あったんですけど、片方は活かしたカスタムが施してあってかっこよかったです。シュノーケル最高にかっこいいですね。タイヤもごつめのタイヤを履いていて似合っています。もう片方は革命のデザインで、日本で発売されるモデルはこちらだそうです。こちらは特にカスタムされていませんでした。市販車はこちらを参考にすると良さそうです。デザインのせいかコンパクトに見えるんですけど、実際に近くで見ると結構でかくて迫力があります。ボディサイズは全長4575、全幅1855、全高1960です。ランクル70やジムニーノマドと比較するとこんな感じです。ノマドより二回り大きく、70より一回り小さいって位置づけみたいですね。そして驚いたのは最小回転半径で、ランクル70が 6.3 メートル、ジムニーノマドが 5.7 メートル、ランクル FJ が 5.5 メートルと、ノマドより700ミリ長いのにもかかわらず小回りが利くようです。これなら狭い林道やオフロードコースもうちの子さいさいです。きっといろんなカスタムパーツが設定されると思うので、ジムニーみたいに個性を出せて楽しそうですね。そして一度カスタムに手を出すと、秘密のごとくお金が溶けていく車かなと思いますよ。残念なのはガソリンモデルのみの展開で、ディーゼルモデルはないみたいです。エンジンは250と同じ 2.7 リッターのガソリンエンジンです。調べたらなんと2004年から採用されているエンジンが未だに最新モデルに使われているようです。トヨタのエンジンの信頼性を恐るべしですね。私はトルクモリモリのディーゼル大好き女なので、ディーゼルモデルが出ることに期待しています。リアは近未来感あるデザインで斬新ですね。一部では山手線みたいとか言われているそうですよ。テールランプは立体的で飛び出しているようなデザインです。下を覗き込んでみるとしっかりラダーフレームになっていました。地上高もパッと見70より高いので、アクロ走破性も高そうです。そしてそのままトランクルームです。気になったのがこの部分の窓がないので、死角とか心配になりますよね。公式の PV でこんなシーンがあったので、カスタムパーツが取り付けられるようになってるみたいです。気になる荷室サイズですが、メジャーで簡単に測った感じ、幅約 1100 ミリ、奥行き約850ミリ、高さ約980ミリほどのスペースでした。スクエア型なのでしっかり荷物は入りそうでしたが、やはり250や70に比べると狭いです。そして後部座席はあんな感じで前側に畳むしかなく、70みたいに跳ね上げられないようです。車中泊仕様にするには私の70みたいに後部座席を取っ払うしかないですね。70の場合、こんな感じで後部座席を取っ払うと、運転席までの室内長は約1800ミリになります。こうすることで奥行き1800ミリ、幅1440ミリ、高さ1120ミリのスペースが出来上がります。ただ FJ の場合は後部座席を取っ払ったとしても運転席まで約1400ミリでした。足を伸ばして寝るには室内長が足りないので、後部座席を取っ払ったとしても FJ での車中泊は少し厳しそうですね。ジムニーみたいに運転席まで倒して室内空間を作ればなんとかなりそうですが、 FJ の運転席のシートはここまでリクライニングできなかったので厳しそうです。ということでランクル FJ を車中泊仕様にするのは難しいと思います。とは言ってもルーフテントとか出てきそうですし、林道こもって一生キャンプするのも楽しそうです。続いて運転席周りを見ていきますね。
内装は70ほど無骨さはなく、現代の車って感じです。70の内装と比べるとこんな感じです。この辺は人によって好みが分かれると思いますが、私は無駄なボタンが排除されたシンプルで無骨な70みたいなデザインが好きです。そして250の内装と見比べてみるとほとんど見分けがつかないです。細かいところを触ると内装はほとんどプラスチックなので250ほどの高級感はありませんが、シートヒーターなどの快適装備は一通り揃っているようです。これなら本格的な林道を楽しみながらファミリーカーとしても使えそうです。走行モードの切り替えやデフロックの操作は一つのパネルにまとめられていていいですね。サイドブレーキがアナログなのは個人的にポイント高いです。気になる後部座席ですが、スタッフの方が実際に座ってくれました。スタッフの方曰く、前後に成人男性が乗っても拳2つ分ぐらいの余裕があるそうです。これなら複数人でのドライブも楽しめそうです。細かい部分の質感を見ていきます。バンパーやグリルは樹脂とプラスチックっぽい素材でした。そしてサイドステップも金属ではありませんでしたが、乗ってもびくともしないくらい丈夫な作りでした。後ろのバンパーなども全部プラスチックと樹脂でした。この辺はカスタムパーツもたくさん出てくると思うので、個性が出せて楽しそうですね。丸めの方の展示車はバンパーやステップまで抜かりなくカスタムされていましたよ。ランクルってゴテゴテにカスタムすればするほどかっこよくて最高です。ランクル FJ を間近で見た感想ですが、趣味性と実用性を両立した素晴らしい車でした。車中泊仕様にするのは難しそうですが、キャンプや家族でのドライブには最高の車になると思います。カスタムの幅もめっちゃ広そうですし、一度手を出したら沼にどっぷりハマると思います。そもそも最近のトヨタ車はなかなか買えないので、少しでも興味のある人は受注開始日にディーラーに行きましょう。私は最先端のランクル70を奇跡的に買えたんですけど、一昨年のモーターショーで70が発表されてから毎朝公式の情報を確認していました。そして発売日当日にディーラーに書き込んでようやく注文できたんですよ。それでも1年待ちだったんですけど、そもそも注文が1日遅れただけで受注停止になったり、納期が3年とかになるシビアな世界なので、注文までのスピードが命になると思います。本当に気になる人は来年の中頃常にアンテナ張って情報を待ちましょう。そもそも70やジムニーノマドのように乗りたい人が注文すらできない現状はとても残念です。メーカーの都合もあるとは思いますが、いつか改善されてほしいですよね。ランクル FJ が同じような感じにならないように願っています。そろそろ私の大好きな冬が近づいてきました。次回は冬の旅支度をしながら便利アイテムを紹介していこうと思いますので、よかったらまた見てください。じゃあまたねー。